ずっと何者かになりたいと思っていた。特別な何かを持つ何者かに。そういう存在になれたら、退屈な日常は一変して別世界に見えると思うんだ。きっと私たちに与えられた夏休みはそんな特別を作るためにある。ちゃん、そろそろ起きて。もう、あおちゃん、いつまで寝てるあなたは。の？寝ぼけてるの？心だよ、うつぼ心。心。そうだ、心だ。何かあったのかと思っちゃった。フリスペで連絡しても全然返事がないから。ごめんごめん。まったく探す身にもなってよね。ごめんってレナさん。星崎さんがここにやってきてからいろいろ乱されてばかりだよ。私は楽しいよ、生活が賑やかになって。聞いた？賑やかになったって。うるさい。はーい。さあ、そろそろ行こう。今日も探索するんでしょ、向こうの世界を。もちろん。それじゃあ行こっか。あっつ絶好の洗濯物日和だね。そういえば星崎さんにお願いしてたと思うけど、ちゃんと干した？干した干した。昼寝する前にやっといたから。ならよし。誰かがサボるとすぐ不便になるよ。ここには私たちしかいないんだから。わかってるって。でもよかった、これならここを歩いてもすぐ乾きそう。そうだね。何度寝てもこの景色
てことは、やっぱりこれは現実ってことか。補習を受けるために夏休み中の学校へ行き、教室そこで知らない女の子に出会って、びっくりした。ここに人が来るなんて信じられない。早く二人にも紹介しなくちゃ。私と一緒に来てほしいのです。ちょっとどこに向かって。何これ。教室を出た時にはもうこの世界にいた。ちゃん？なんでもない。行こう行こう。人気のない学校。現実ではありえない景色。周囲はどこまでも水が広がってて、この学校から離れることもできない。そんな世界で彼女たちと生活をして早3日。私はまだ帰り道を見つけられずにいる。向こうの世界ってみんなはここを呼ぶ。水で囲まれたこの世界に昨日突然現れたさらに向こうの世界。学校よりもさらにへんてこな場所で頭がおかしくなりそう。だけどもしかしたらこの向こう側に元いた私の世界があるのかもしれない。さあ、バシバシ調べていこう。ここが一体何なのか。待って、今日は食材を集めたら帰るから。なんで？もう時間が遅いもの。誰かさんが寝てたせいで。ココロ、レナさんがいじめる。ああ、よしよし。怖かったね。でも今日のところは食材を集めたら帰ろうね。うん、わかった。こいつ。さて、今日は何を持って帰ろうかな。昨日見つけた卵、美味しかったのです。どこかにないかな。何かに使えそう。
今日もお出ましね。なんだなんだ、食材よこせってことかな。みんな気をつけて。戦闘開始だね。よし、私の番。どうしようかな。やっ、見せてあげる。よし、私の番。そこ。でもいける。楽勝楽勝、負ける気がしないよ。力が湧き上がってくる。これが私の本当の力。絶好調ね。最高の気分。お疲れ様、あおちゃん、レナちゃん。心もね。それにしても何なんだろうね、この指輪。私たち気がついたらはめてたんだよね。あおちゃんはいつからつけてたの？この世界に来た時にはもうつけてたよ。考えるのは後にしてさっさと卵を探しましょう。なかなか見つからないね。昨日はこの辺りにあったのに。そもそも卵が落ちてるってことはどこかに鳥の巣とかがあるってことだよね。鳥の巣。あそこか。まさか登るつももち。り？やめなって。落ちたら危ないじゃない。レナちゃんは下で待ってていいよ。取ってくるから。二人が行くなら私も行く。そうだな。そうだな。ふむ。いや。何これ。取っておこう。何これ。
よし、卵ゲット。もっと食材探す？今日はこのくらいにしてそろそろ帰ろう。ほら、金城さんもお怒りだし。ゆうきちゃんらしいね。まあ、あんな広いところに一人残されたら心細いのもわからなくはないか。それじゃ急いで帰ってあげよう。さて、ゆうきちゃんは。いつも通りなら作業室かな。ただいまおかえりー。待ちくたびれたよー。そんな文句言わないで。食材いっぱい取ってきたから。やったー、今日はごちそうだちょっとちゃんと計画を立てて。ー。いいじゃん、いっぱい取れたんだしさ。楽しまないと損だよ。まったく。それで、向こうの世界のこと何か分かった？今日はあんまり調べられなかったんだ。ちょっといろいろあって。いろいろあってね。そうそう、いろいろあったんだよ、いろいろ。まあ、相変わらず不思議な場所よ、あそこは。でもラッキーだったよね。向こうの世界が出てきて。うん、この世界に現れた新たな手がかりだし。それもそうだけど、食材が豊かになったのが大きいよ。もう飽き飽きしてたもん、この辺で採れる木の実とか魚は。私はお米が欲しいのです。我慢しなさいよ。飢え死にすることはなさそうなだけマシなんだから。あるかもしれないよ、お米。向こうの世界の奥を探せば。がぜんやる気が出てきた。はいはい、それはまた明日。今日は今日のことを考える。それじゃあ夕飯作るよ。何作ろっかな。また卵焼きが食べたいな。昨日と同じ卵があるんだね。でもせっかくだから味変えたい。ねえ青、なんか薬味になりそうなものを取ってきてよ。中庭に使えるものがあったはずだから。オッケー、ひとっ走り行ってくる。取ってきたよ。おー、ありがとう。これで材料が揃ったかな。せっかくキッチンに集まったことだし、みんなでご飯作る？そうね、暗くなってきたし、手早くご飯を用意しますか。どれにしようかな。材料は足りてるかな。どの材料？君、どれにしようかな。キッチョやりますか。できた。できた。いい感じじゃない？それじゃお皿用意していただきましょう。どうしたの？一つだけ激辛を混ぜておいたんだけど、まさか自分に当たるとは。
何してんの？いやー、でもやっぱりこういうの楽しいね。次は誰かに食べさせようっと。懲りないなあ。お腹いっぱい。教室に戻って寝る支度をしよう。それにしても何なんだろうね、あそこ。何何の話？向こうの世界のこと、やっぱり不思議な場所だなって。私からすればこの世界全部が不思議だけどね。あおちゃんがいたっていう世界と比べたら？本当にびっくりしたよ。グラウンドも通学路もなくなっててさ。さっきまであったのにって。私の頭がおかしくなったのかと思った。こっちも突然知らない人が来てびっくりしちゃったな。それまでずっと3人で暮らしてたから。この世界に私たちしかいないことに違和感も覚えずに。そこに星崎さんが現れて、私たちは私たちのおかしさに気づいたんだよね。ここって何なの？なんで私たちは何も覚えてないのってね。パッとは思い出せるものもあるみたい。物の名前や使い方とか。けど誰かとの思い出とかいた場所とかはどんなに思い出そうとしても何も思い出せない。そっか。やっぱり不安？何が？私たちには記憶がないからさ、帰るべき場所があるのかもわかんない。だからぶっちゃけ帰りたいって思いがないっていうか。まあ確かに。でも青には記憶があるんでしょ？大丈夫。みんながいるからさ、全然不安にならないっていうか、むしろ楽しいんだよね。まるで映画の中のような世界に来れて。ほら、私って普通じゃん。だからずっとこういう特別なことを求めてたんだ。なんだ、それならよかった。とは言っても、いつまでも帰らないってわけにはいかないでしょ。明日はちゃんと向こうの世界を調べなくちゃだね。私たちの記憶の手がかりもあるかもしれないしね。了解。それじゃあそろそろ支度して寝るか。おー、ヤッホー。まだ寝ないの？うん、眠くなくて。そういえばフリスペには慣れた？なんとかね。初めて使うアプリだから手間取ったけど。いや、今時使ってない人がいるなんて私びっくりしちゃったよ。これはもう一度ちゃんと教えないとだね。ほら、アプリ開いて。はいはい。
まあこんな感じ。ありがとう、助かる。思ったけどさ、スマホが充電できるってことは電気が通ってるんだよね。そうだね。こうしてやり取りができるってことは電波も通ってるってことだ。そりゃそうだ。水道やガスも通ってるみたいだけど、一体どこから来てるの？確かに。いや考えたこともなかった。なんかおかしいんだよね、この世界。おかげで快適に過ごせてるから結果オーライってことで。それって日記？毎日の出来事を書いているのです。初めて会った時も書いてたよね。どんなことを書いてるの？その日食べたものとか、ゆうきちゃんやれなちゃんと話したこととか。あんまり変わり映えのない日々だったから、それくらいしか書くことがなくて。ああ、なるほど。でも食べたものの情報は結構お役立ちだよ。これを焼いたら美味しかったとか。レシピってわけか。ここ最近はいろんなことが起きたから、日記の内容も大長編。いろんなこと？あおちゃんが来た。向こうの世界も現れた。モンスターがいて戦うことになったのはちょっと怖かったけど、今日言ったこと本当なんだよ。あおちゃんが来てから生活が賑やかになった。だからあおちゃんが来てくれて私は嬉しいの。そう言われるとなんか照れるな。でもあおちゃんには帰らなきゃいけない場所がある。あおちゃんが帰っちゃうのは寂しいけど、いるべき場所にいるのが一番。ちゃんと帰る方法を探さないと。また明日から頑張ろうね。ありがとう。そういえば夜はちゃんと眠れてるの？どうして？昼ぐっすり寝てたから寝不足なのかと思って。何か思うところがあるならちゃんと言って。一緒に生活してるんだから。まだここに来たばかりで慣れてないってのもあると思うし。もしかして心配してくれてる？別に平穏に過ごしたいだけ。本当に？うるさい。レナさんの方こそ大丈夫？記憶がない方が不安なんじゃない？記憶がないことすら気づいてない状態だったから、そこまで不安じゃない。気づいた今はすごく気持ち悪いけど。やっぱり記憶を取り戻したい？そうね。ただ記憶を取り戻したいというよりは、なんでそうなったのか気になるという思いの方が強いかな。そういうもの？よくわかんないよ。それにしても記憶を失うなんて相当なことがあったはず。思い出さない方が良かったなんてことにならないといいけど。
うつぼ心、宮内玲奈、金城勇気。みんなと出会ってからもう3日は経ったっけ。結局この世界は何なのかな。長い夢だって言うならそれでいい。ドッキリでしたって言うなら長すぎるけど今なら笑って許そう。まさか死後の世界なんてことは。ないない。お母さん、お父さん、心配してるかな。補習すっぽかしちゃった。先生怒ってるだろうな。ダメだ。眠れそうにないや。屋上にでも行こう。周りは水に囲まれて、人は私たち4人だけ。私以外全員昔の記憶がなくて、向こうの世界とかいうもっと意味わかんない空間があり、なぜか全員持ってる指輪で武器を出して戦える。わけわかんない。なんなんだこの世界は。フリスペ？にしてもフリスペか。フリスペなんて名前のアプリ、元いた世界では聞いたことない。補習で学校に行く途中、スマホを落としたことに気がついて、拾った時にはこのアプリが入ってた。そしてこのメッセージが残されていた。そして今はフリスペ以外のアプリは全部。もしかしてこれのせいで私この世界に飛ばされた？だとしたらスマホにフリスペを入れた人、それが私をこの世界に連れてきた犯人だ。あなた。誰？あなたは何者？なぜこの世界にいるの？あなたは何者？なぜこの世界にいるの？どのくらいの人がこの問いに自信を持って答えられるのだろう。
ずっと何者かになりたいと思っていた。特別な何かを持つ何者かに。この不思議な世界で帰り道をなくした迷子の私はいくつもの特別と出会うことになる。長い長い夏休みの始まりだ。